はい、皆さんこんばんは。本日はですね、マルシンの FN57 CO2 ガスガンをご紹介したいと思います。購入のきっかけになりますけれども、東京マルイのですね57、こちらはですね、私知人が保有していて過去実写したことがあるんですけれども、その形がですね近未来的で、あとブローバックの強さ、これは非常に気に入っていました。あとですね、発射音、こちらも低くてですね、私好みであったので、マルイの57も欲しいなとは思っていたんですが、ただマルシンからですね、この CO2 を動力源としたですね57が発売されると聞いてですね、ちょっと様子を見ていたといった形になります。皆さんのレビューを聞いてみてですね、まずブローバック、これがですね、フロンガスでは得られない強力で速いといったことと、あと実写性能もまずまずといったこともあって、ちょっといつかは購入したいなと思っていました。でやはり57であれば、私は非常にタンカラーがちょっと欲しくてですね、再販を待っていたといった形になります。で購入してですね、印象になりますけれども、タンの色合いがですね、ちょっと画面でわかるかちょっとあれですけれども、意外と落ち着いていたといったことが言えます。これ実際発売前にですね、このFN 社からですねタンカラーの見直しが入ったといったことも言われていて、そういう意味ではですね実銃に近い形にしたのかもしれません。あとですね、重量ですけれども、マガジンを抜くとですね非常に軽いっていうのが印象です。残念ながら私のマシン、ちょっと少しマガジンの方には錆臭があったというのがちょっとありました。あと打った印象はやはり想像した通りですね、ブローバックスピードとても速いですね。冬場打っているんですけれども、とても冬場とは思えないリコイルも感じられます。それではですね、各部見ていきたいと思います。はい、まずマズルになりますが、こちらはですね、弾薬はですね 5.7×28mm といった特殊な弾丸を使っている口径になります。この弾丸ご存知の通りですね、P90 があるかと思うんですが、それと同様の弾丸ということで、もともと P90 のサイドアームズとして開発されたという形になります。その弾丸はですね、ソフトアーマーのボディアーマーであれば貫通するという能力があるらしくて、販売は軍または法執行機関というところに限られているようになっています。はい、あと銃の先端の方になりますが、こちらがですね細くなっていて独特な形状になっております。あとこちら下部にはですね 20mm のピカティニレールがあります。はい、左側の刻印はこの通りになっています。マルシンはですね FN 社とですね正式ライセンスを契約しているということなので、実銃同様の刻印になっているという形になります。はい、セーフティーになりますけれども、これは、左右にある、アンビタイプになります。このセーフティー端も非常に硬くてですね、人差し指だけではとてもなかなか動かすのが大変でした。だんだん慣れてくればですね柔らかくなるという形になります。はい、スライドストップは左側だけになります。これ場所が良くてですね、非常に親指で簡単に操作ができる場所にあります。はい、こちらグリップになりますが、チェッカリングがあってとてもグリップ力はあるかと思います。ただですね、やはり先ほど言った長い弾薬を使うということがあって、この前後幅ですね、こちらはちょっと長いような感じがします。あとこちらにもですね FN ハースタルの刻印が入っております。はい、サイトはですねフロントサイトリアサイトともにですね、ホワイトドットは入っております。あとリアサイトはですねこちら、実銃と同様にですね、上下左右調整可能なフルアジャスタブルな機構になっております。はい、あとスライドにですねセレーションちょっと浅めのものがですね左右に後ろの方にございます。はい、右側の刻印はこの通りになります。スライドとですね、あとチャンバー見えますかね。はい、こちらにもですね 5.7×28mm という刻印が入っております。はい、こちらはマガジンになります。マガジンはですね独特のこの肉抜きされた形になっております。この中にですねこの CO2 カートリッジですね、はい、こちらを入れて使う形になります。専用のレンチ、これが付属されてまして、タンクを入れてこれで締め付けるといった形になります。マガジン非常に重くてですね、
確か 450g ちょっとあるという形になります。通常のフロンマガジンとはですね、こういったところも機構もですね違っていて、分解できないような仕組みになっているようです。はい、それではフィールドスリッピングしてみます。まずマガジンは抜いておきます。こちらのですねレバー、こちらを下げます。はい、下げましたらこう上の方に引き抜く感じになります。はい、こちらが機構になります。でこちらがこれはリコイルスプリングガイドですね。でこちらがインナーバレルとチャンバーという形になります。でこちらアウターバレル、これは金属製になります。で、前方にですねこれブルーイング処理っていうんですかね、色が変わっている形になります。あとですねスライドストップがかかる場所はですね、金属で補強されているような形になります。見えますかね。はい、はい、それでは元に戻していきたいと思います。はい、元に戻りました。ちょっとですねやり方が通常の銃とは違ってですね手こずる感はあります。はい、今までの故障になりますけれども、もちろん買ったばっかりなので故障はしていませんし、カスタムもですねこの銃はしておりません。故障した場合はですね素直にマルシンに送った方がいい銃なのではないかなというふうに思います。はい、全体の感想になります。思っていた通りですね素早いスライドと、あと強いリコイルですね、こちらを感じられる銃であります。あと発射音も大きくてですねかなり撃ってる感を味わえる銃なんじゃないかなというふうに感じました。ただですねやはり CO2 もですねガスの容量が減ってくるとリコイルは若干弱くなっていきます。途中でガスの補充ができないので最後やっぱり出せる撃つのがいくつかあって、それは少し残念かなというふうには思っております。今後フロンガスがですね撤廃される方向なので、マルシンとしてはですね今後の一つの方向性を示したという銃なのではないかなというふうに思います。あと現在ちょっと割高に感じる CO2 ガスもですね需要が大きくなれば値段も下がっていくんじゃないかなというふうに思っております。あと残念なのは安全性を考慮してなんであまり残念と言ってはいけないのかもしれませんが、カスタムする点というのはほとんどないというふうに思われます。ただですねエアガンを楽しむものとしては、不正な改造ができる余地がなくてですね安全性を重視したといったことが非常にいいことなのかなというふうに思っております。私たちもですね、今後楽しむためにはですねその安全性それを重視してですね徹底して問題を起こさないといったことが求められるのかなというふうに思います。初めて購入した CO2 ガスガン、とても満足にいくもので、非常に良かったと思っています。あとですね、今価格がまだ非常に高くてですね、CO2 の長物っていうのがあるかと思うんですが、これもですね打ってみたいなという感覚はあるんですが、価格が下がってですね我々にも入手しやすくなるのを、少し待ってようかなというふうに思っています。あとですねこの57、最近はノズルがアルミ製のものが発売されていると思います。こちらは実車の性能性を上げるためのものだと思いますが、私は従来の真鍮タイプでリコイル重視のものを購入しております。性能的にどんな違いがあるのかちょっと気になりますけれども、CO2 ガスガンに関してはですね今後違う銃もですね入手したいという感じがいたしました。とても CO2 ガスガンをですね今後も入手したいという気持ちにさせてくれた銃であります。はい、それではですねこの後実写シーンもありますのでよろしければそちらもご覧ください。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。